あの今日の現場は、ニコイチ住宅になってまして、妹様が、お亡くなりになりまして、でコロナ流行る前からお客様ご夫婦で、小物を結構片付けてらっしゃったらみたいなんですけども、大物とかやっぱりご高齢70歳の高齢でということで、片付けられないということで、今回葬儀社さんを通じて当社にご依頼くださって、徐々に処分をしてたんですけども、大型の荷物なんか私はどうしようもない、市役所に相談してもちゃんと全ての荷物外へ出しといてくださいって言われたんでな。家の外に出してたら回収しますよって。回収します。これはとてもやないけども、まず持っていけないんですね。受ける年を受けると思いますよということでご紹介いただいた。確認させてもらって、すいません。すごい広い。意外と多いぞと思って。エリさん、見積時から、ちょっと荷物が増えたってことなんです。これは料金的にはどう？料金的には今回は結構再利用できそうだったんで、作業代から再利用ということでお値引きで、もう相殺させてもらって金額変わらずで、させてもらいました。というような感じで対応させていただきました。お客様満足いただいて、再利用することに結構お客様喜んでくださったので、値引きができる。そうですね。じゃあ帰り京都初老で行こうか。はい。マジか？マジか？いただきます。いいですよ。みんなの善意で成り立ってる。そうですね。やっぱりコロナが流行る前からお客様が梱包して頑張ってやって。流行る前から、流行る前からってことはもう3年ぐらい経ってます。そうですね。それぐらい前からお片付け始めてここまで到達して、だから結構カラーが多い。そうですね。ほとんど見られてますよね。なかなかねここまでやるっていうのはすごいことで、その分も値段にしっかり反映させて。そうですね。もちろん安くなってますね。そうですよね。これだって90万いってないぐらいでしょ。そうですね。もっともっといっぱい入ってたらね、多分30万とかいってたと思うんですね。こちらに床下がありまして、お金っぽいですね。ちょっと開けてみてもいいですか？サイズ的にお金。お金？このサイズはどうなんですか？なんかでもちょっと違うかな。文庫本みたいな大きさですけど。知らなかったです。なるほど。お金ですね。これすごい額じゃないですか。額だと思います、多分これ。ちょっとあっちまで持っていきます。もう持ってきます。持ってきますね、今ね。すごいことに。それもですか？それもですか？同じ形のやつが6つぐらいありましたね、お父さん。床下。これは？これもだと思います。してみていいんですか？すごいですね。
一ちょっと見させてもらって。いいですか。123。ね、帯がこれ1000万です。これでこれ1234566001600のこれ多分1000万ですよね、多分ね。なかなか見られへん。すごいですね。しますね。横に帯がいいですか？帯があるんで。5678910111200。高さ的に、あ、計算してくる。 3600万これ3600。 1000万。4600万ですでここに600万。ここで5200万。よう言うてくれはりました。すごい。え、これはこんなことってあるんね。123456789101112。ちゃんと守秘義務頼むよ、みんな。絶対に。うわ、すごい。すごいね。でもお客さん気づかなかった。本当よかった。なんかもうなんか寒い、ずっとすぐ寒い。いやこれね、だから業者も気付けなあかんねん。だからゴミ置き場からよく出てこういうの多分見過ごして1200。寒いよ俺。600に400。はい。結局これがいくら1億1000万。見ることないよね、ないです。現金を。そう数字上見ることあってもそうですよね。まあぼちぼち片付けて。はいはい。ありがとうございます。ちゃんと信用を受けるとこそういうことになるんですよね。怖いですね。紹介してくださいということでお願いしたんですよ。怖い怖いね。で、さどこから出てきたって。そうですね。ここの、普通の床下収納なんですけど、覗いたら小さい。これはもちろん見積もりの時ちょっと確認僕もできてなかったんですけど、したら床下な。よくでもお金って分かりましたね。この下も一応見てきます。はい、一応見といてください。見といてください。何が起こるか分からない。そんなところにあったら怖いね。ちょっとこれ怖いので全部あ、ほら出てきましたやっぱり。よかった見といて。今ポロッと出てきた。これもですわ、入ってますわ。これは入ってない。マジっすか？これちょっと見てもらいましょうかね、お客さん。棚出てきまして、これも多分入ってるんです。入ってると思うんですよね。なんでちょっと確認いただいて、確認いただいていいですか？ちょっといっぱいあるんですけど、はい。これはもう見てたんだけども、新品のこればっかりやと思ってたんで、そのたんびにやっぱりお金を払わないといけない。なるほど、そういうことですね。なんだか、結構出てる。昨日、
よかった。外貨です。違います。ちょっとここなんですかね。どうでしょう。一応はい。それはそれでファインプレーですよね。そうですそうですね。管理書はね、経理書。エキスポが出てきたらような。エキスポ。何ですかこれ。なんぼって書いてる。このどっかの500円、100円、500円。周りに書いてる。 500円、5000円、 5000円。 5000円とかで5000円、5000円よこ5000円効果ですか。れ。5000円効果や。そうなの。あ、ほら。すげえ。こんなふうに書いてあるやんな。10万円、10万円。これ10万円効果よ。知ってる？10万円効果。はい10万円。あ、初めて見ました。これ10万円。あるんですか。違う現場で。これ見てみ、10万円書いてある。これ絶対気ぃつけたな。これ10万円やから。しかも今金が高いやろ。はい。価値上がってますね。銀行行ったら10万。はで金プラ買いに行ったら15、6万になる。なぜだ。1万です。1万だから32万。5000円。マジで。すげえ。このファインプレーも見てください。紙の箱に入ってたので分かりにくかった。全部確認していくので。はい。すみません。びっくりしました。ありがとうございます。僕の17年間のキャリアの中で今日は最高の金額が更新されました。もともとはご両親と妹様がで自分たちでいろいろ片付けながら3年ぐらいが経ったということですかね。妹が死んで3年ですね。でまあまあ大きいものが残って。でもこれもね悲しむことじゃないと思います。でも僕らからしたらお客様がある程度片付けてある程度仕分けて確認した状態でやっぱりこれが出てくるっていう怖さって怖いなって思いました。今日はなんかこう、まあ、一応一応撮影させてもらってなので妹さんのでまあちょっといろいろ思い出話なんか聞かせてもらいながら出たんですけど、まさかの展開であれですか、ご病気かなんかだったんですか。私が、唯一やったからそう受けたわけですよね。だからいつも指導してもらってる税理士さんにやっぱり一応これで言わないと、それで指示を仰ぐのが一番ね。チームもね、この年になるとね、自分がいつどうなるかわかんないですもん。なるべく就活をと思って手かけしてたわけですし。でこちら側はどうされるんですか今後。そうです。もうちょっとで終わりますんで。作業は葬儀なんかもやってもらいましたのでね、相談をさせてもらったんですね。そしたら、やったら、ちゃんと信用してやってくれると思いますので、ということで紹介いただいて、結構トラブルも多い業界なんですよね。僕らいくらホームページや SNS で僕らちゃんとやってますって言ってもそれなかなか厳しいじゃん。自分らだけ言ってるだけそういうのもあるので、やっぱりこうお客さんの声でちゃんと信用を得てっていうふうに口コミとか本当のお客さんしか言葉で
お客さんの本当にやってもらった人じゃないですか。そういうのをちゃんともうゆっくり積み重ねてやるしかない。これうちのスタッフが僕の靴を勝負で出しちゃったんです。だからお客さんに今スリッパ変えて僕今日これで帰ります。お恥ずかしいです。あ、すいません。すいません。お恥ずかしいです。これで払いますけど。大丈夫ですか。はい。ちょっとスーパーからなんか寄ります。なんか寄りたいと思います。すいません。今日は遺品整理だったんですけど、お客様はタンスの中とか収納部分とか全部確認してるんです。僕らは正直今日もう出すだけだったんですね。なのに床下収納からあれだけの現金が出てきたんですね。で、一つはやっぱりもう僕ら全部確認しますけど、そのまま捨てちゃうとかそういうことが起こりうるなと、本当に気を引き締めてやらないといけないっていうのが一点あります。それとやっぱこういうのを、動画に出しているんですけど、これはお客様の承諾があってやってます。一応これ契約書巻いてます。なのでお客様としてもやっぱりこういうのは怖いので、やっぱりこういうのが起こるっていうのを、出してもいいっていう許可を元をやっているっていうことを、ご理解いただいてほしいなと。我々としてもお客様がやっぱりこういう整理をするときにそういうリスクがあるんだっていうことを知ってほしいと、本当にそう思ってやってますので、お金の額とかそのインパクトにどうしてもいっちゃうんですけど、そういうことではなくてあくまでも僕たちが伝えたいことは、この整理をするっていう時にはこういうリスクがある。同業の方とかにもやっぱりこうちゃんと精査して、作業を進めなきゃいけないっていうことも含めてお伝えできればなと思っていますので、どうかそこご理解ください。親とは、会うたんはもう2年前がそうなんですか。最後やったんです。ちょっと性格が荒れてたんで近寄れなかったっていうのも、凶暴化してたんですよ、性格が。でもちょっと待って、これね、今更ですけど、もうちょっと来とけばよかったなってね、いうのは思いますね。始めます。